こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、コーヒーさんからの質問です。いつも拝見させていただき、たくさんお世話になっております。社会人から絵を描き始めて今年で3年目。しかしながら未だに背景など手が出せていないという悩みがあります。そこで自分の分析を行ったところ、以下のような点から上記のお悩みが来ていることが分かりましたが、根本的な解決方法が見出せませんでした。1、全力で描いた絵よりも手抜きで描いた絵の方が伸びてしまう。2、新しい挑戦、背景など書き足せばさらに評価が下がってしまう。3、イラストをずっと描いているのですが、やはり全てを論理回路的な思考、&or等のようにプログラムのように考えてしまい、柔軟性が欠けるというところがある。4、色の本を読んで理解は深めたが、実際に扱えない。5、他の全ての絵師さんの絵を見ると、メンタル潰れるぐらいに嫉妬しているので、長時間見ると発狂してしまう。自分を褒めようと思ったのですが、インポスター症候群のような症状があるため、自分を褒める、他人から褒められるということが逆効果だった。かなり直接的に書いてしまい申し訳ございません。長文になりましたが、具体的な手法としてどのように解決できるでしょうか。はい、とのことです。コーヒーさん、ご質問ありがとうございます。ですね、紹介文から見て、いろいろなね、ことが書いてあるんですが、コーヒーさんの質問は要するにこういうことだと思います。現在はメインのキャラの絵を白黒で描くことはできているんだけど、そこに色をつけたり、背景をつけたりすると、なんか自分でも納得できないし、周りの評価も下がってしまうように思えて困ってしまう。だから、色をつけたり、背景を描けるようになるための解決方法が知りたい。そういうことだと思います。これですね、一見すごくピンポイントなお悩みのように聞こえてしまいますが、割とこういうことを、実はみんなが抱えている普遍的な悩みとも取ることができると思うんですね。というのはこの質問、もうちょっと抽象度を上げるとですね、こういう質問とも取ることができると思います。コーヒーさんは今少なくとも自分でうまくできていると思っているものがある。でも今現在できていることに執着してしまって、その他の新しい要素を取り入れられなくなってしまっている。正確に言うと、これ取り入れようとしてみてはいるんだけど、試しにね、それを取り入れてみても、あれなんかしっくりこないなって違和感を感じてしまって、結局その新しい要素を捨ててしまう。そういうことだと思います。これってね、結構絵だけじゃなくてスポーツとか、あとは料理とかね、あとは違う創作の世界でもこういうことってありますよね。かなりの分野に共通するお悩みだと僕は思います。なのでこの質問にはそういう着眼点でお答えしていこうと思います。はい。でですね、結論言っちゃうと、僕がコーヒーさんにお伝えしたいのは、もうとにかくね、できなくてもいいから、とりあえず新しい要素を毎回一つ取り組んだ方がいいってことです。今コーヒーさんは色や背景にチャレンジしたんだけど、なんかしっくりこないなとか、見た人の反応が良くないなとか気になってしまって、結局新しい要素にはチャレンジしない。もしくはね、そもそもチャレンジ自体していないのかもしれませんが、とにかく最終的にはその要素は排除してしまっていると思います。なので、この判断をやめて、次1枚の絵を描くとしたら、次はね、少なくとも色をつけてみるとか、その次は背景を描いてみるとか、あとはね、ちょっとしたエフェクトとかだけでもいいです。毎回1要素チャレンジしてみてくださいってことですね。そうしないと、今後コーヒーさんにとってはあまり良くないことになってしまうかもしれませんよ、と僕は思うんですね。質問文には書かれていなかったので、コーヒーさんが絵を通じて何を目指しているのか僕には分かりません。でも何にしてもですね、例えば趣味で楽しんでいるとしたら、今後あんまり絵が楽しくなっていきかねませんし、仕事にしたい場合にはね、お金が安定的に稼いでいけなくなると思います。僕がそう思う理由は3つあります。1、キャラクターだけを描き続けるのは、棍棒だけでボスを倒しに行くようなものだから。2、失敗した時の言い訳作りをしている可能性があるから。3、人間は自分の成長に一番興味があるからです。順番にお伝えしていきますね。キャラクターだけを描き続けるのは、棍棒だけでボスを倒しに行くようなものだから。まず最初に僕が思ったのは、白黒でキャラクターを描くことだけが上手くなっても、ほとんどの場合にはね、作品が小さくまとまってしまって、表現できる幅がとても狭くなってしまうということです。井上武彦先生とか、キム・ジョンギ先生とか、そのぐらいのレベルで、線一本一本に魅力がある、みたいな場合を除いては、そもそも線だけで魅力を出せる絵を描ける人って、そんなに多くはないと思うんですよ。で、この質問をしてる時点で、コーヒーさんがそのレベルにいないことはわかると思います。なので、たとえね、現時点では整っていなくてもいいから、色や背景など、いろいろな要素を取り込んできて、で、そのいろいろな要素をね、足し算することで、作品の魅力を上げていくのが、僕はいいんじゃないのかなって思うんです。
です。でね、ここまで聞いて、コーヒーさんはこう思ったかもしれません。いやー、でもなー、一応やってみたんだけど、全部しっくりこないんだよって。はいはい。わかります。わかりますが、そうした方がいい理由を、例え話で話しますね。例えば、RPG ゲームで例えると、あなたは今、最初の村にいます。近くにあるダンジョンのボスを倒さないと、この先に進めません。で、そんな中で、あなたは棍棒を装備しています。あなたの武器は、この棍棒ですね。そこから、はい、じゃあ、ボスを倒しに行ってください。あとはもう何してもいいです。ってなった時にですね、コーヒーさんが今やっているやり方は、永遠とこの棍棒をレベルアップさせようとしているわけです。今、棍棒レベル1だから、じゃあ、この棍棒をレベル2にすれば、ボスを倒せるだろうかってね。なので、その棍棒のみで、フィールドに出て、スライムをこう、ちまちま倒しているような状態。でね、それを見ていて、僕はこう思うわけですよ。棍棒はもう持ってんだから、じゃあもう片方の手で、木の盾でも装備したら強くなんじゃね？いや、それだけじゃなくて、頭にも兜被った方がいいし、もう体には、安物でもいいから、鎧まとった方がいいでしょ。それにブーツも履いた方がいいよね。そっちの方が、ボス早く倒せないって。いや、それでも、攻撃力が足りないって言うんだったら、棍棒はね、もうそのままでいいから、なんかこう、投擲アイテム。例えばこう、爆弾とか、そういうのを余分に持ってったら、それでも攻撃力って結果的に上がるじゃん。みたいに思うんですよね。皆さん、そう思いませんか？すっぱだかの下着姿で、棍棒だけ持ってね、ボスキャラに挑んでいくのは、いや、どう考えても無謀でしょ？普通は。はい。RPG に例えると、皆さん普通にこう思うと思うんです。で、それを絵に置き換えてみると、コーヒーさんは途中で諦めてしまった背景や色が、その防具類に当たると思うんですよ。キャラクターをうまく描くことが、棍棒のような攻撃的な武器だとしたら、背景や色については、その攻撃を活かすための防具的な役割と捉えることもできると思います。もうボスに挑むわけですから、単純に全部装備していった方が、勝てる確率はアップするじゃないですか。でもコーヒーさんはね、理由はちょっとわかんないですよ。わかんないですが、この鎧ボロっちくてちょっとやだな。この靴もあんまりいい靴じゃないよな。って悩んで、もう、脱いじゃおうってポイってね、こう装備品を脱いでしまって、棍棒一つだけ持ってパンツ一丁でボスキャラに挑んでいるように僕には見えます。いや、今のところ微妙でいいからそれ着とけよって旗から見ていたらそう思うんですね。はい、今ね、装備品に例えはしたんですが、背景や色が装備品とは違うところは、装備品だったら高い金さえ払えばね、ある日突然オリハルコンの鎧とかオリハルコンの盾とかすごい防具をね、手に入れたりすることはできるんですが、背景や色を扱うのはあくまでね、能力なので、使っていないとその能力は成長しないってことです。ある日突然コーヒーさんが納得できるようなレベルの能力なんて急に手に入ってね、よしこれでいこう、そんな風になる状況は永遠に発生しないってことなんですね。なので今装備できるしょぼい装備では納得はできないかもしれませんが、それでもね、一旦装備しておかないと今後ずーっとすっぱだかで敵に向かっていかなければいけない、そういう状況が続くと思った方がいいと思います。これが俺にとって快適なんだ、俺はずっとすっぱだかでいるぜっていうね、こう縛りプレイが好きならあえて止めようとは思いませんけどね。失敗した時の言い訳作りをしているだけの可能性があるから。でですね、ちょっとここからは厳しい意見というか少し辛辣な感想になってしまうので、聞きたくなければ飛ばしてください。それか話半分に聞いてください。いいですか？言いますよ。僕はですね、コーヒーさんの質問、悩みを聞いていて正直こう思いました。言い訳多いなって。いや、具体的に言えばですね、全力で描いた絵よりも手抜きして描いた絵の方が伸びてしまうっていう部分もそうですし、イラストをずっと描いているのですが、やはり全てを論理回路的思考のようにプログラムのように考えてしまい、柔軟性が欠けているというところがあるっていうのもそうですし、あとは全ての S さんの絵を見るとメンタル潰れるぐらい嫉妬しているので、長時間見ると発狂してしまう。自分を褒めようと思ったのですが、インポスター症候群のような症状があるため、自分を褒める、他人から褒められるということは逆効果だったっていうのもそうだと思います。これをですね、背景や色が使えないっていう理由にこうつなげてしまうのはちょっとね、無理があるんじゃないのかなと思いました。自分にはこういうしょうがない理由があるからできない事情がありますみたいな、かいつまんで言えばこういうことだと思うんですね。これって全部でね、これを言われてしまったら、特にね、病気のこととかはなおさらそうなんですが、他人からしてみたらですね、それはしょうがないです
ですね。無理しないでくださいね。としか言えないんですよ。で、おそらくコーヒーさん自身もそれを一番分かっていて、多分こういう言い訳を繰り返してきたんだと思います。そうするとね、周りからは一応気持ちいい慰めの言葉をもらえちゃうからね。いや、もちろんね、チャレンジの途中どうしても辛くなってきてしまって、感情の整理がうまくつかなくなってしまって、弱音とか泣き言とか漏らしてしまうことってあると思うし、そういうのが実際に必要な瞬間ってあると思うんですね。ただ、あんまりそういうことを繰り返していても、コーヒーさん自身は全然良くなっていかないんじゃないかと、少し心配になりました。技術的に、もしくは金銭的な理由で、どうしても今こういう表現ができないから、今は諦めざるを得ない、書けないっていうならまだしも、精神的な理由で色が使えないっていうのは、単純に甘えでしかないと思います。当然ね、人間誰しもが理想的な能力を持って生まれてくるわけじゃないので、これをしたいな、でも自分の中にあるこういう要素が邪魔をして、うまくこれをすることができない。なんていうこと、いくらでもあると思うんですよ。でもね、それを無理やり乗り越えようとするから、えも言われぬ癖の強さというか、キャラクターの濃さになって、結果的にはみんなに愛されるような表現者になっていくと僕は思うんですね。例えばですね、僕が知っている中で言うと、漫画家のつくし明人先生は、ご自身でもね、おっしゃってますが、色弱でですね、色があんまり判別できないっていうことなんですよ。具体的に言うと、赤と緑で色の明るさは似ているので、色弱の人にとってはね、もうどっちかわからないんですね。いや、それって絵描きにしたらめちゃくちゃ不利な要素じゃないですか。それこそ色が使えない立派な理由ですよね。いや、ちょっと想像したら、つくし先生の絶望感って半端ないと思います。いや、だって自分自身に置き換えて考えてみてくださいよ。よし、絵描きになるぞって決意したのに、あれ？赤だか緑だかわかんねえって気づいたわけですよ。普通諦めたくなるでしょ。言い訳したくなるでしょ。いや、俺には無理っすって。でもなんと、つくし先生はそこで諦めずに、色を使うときは RGB の数値を覚えていて、その数値でね、自分の弱さを無理やりカバーしたり、周りに聞いたりして補っているそうです。いや、すごいですよね。で、それが直接関係しているかどうかはわかりませんが、つくし先生って自分の弱さを知っているからこそ、周囲の人たちに対してもね、すごく物腰が柔らかい、ちょっと独特なキャラクターで、めっちゃね、愛されていると思うんですよ。コーヒーさんに限らず、新しいチャレンジがしたいって思った時に、でも自分にはこういう弱みがあるから、ちょっと無理だわって思うことって少なくないと思うんですが、でもちょっと考えてみてほしいのは、それ、自分自身が今いる地点から動きたくないだけのための単なる言い訳になっていないですかということです。そこだけはね、注意が必要かなと思いました。人間は自分の成長に一番興味があるから。で、もう一つ、コーヒーさんは新たな要素にチャレンジしていった方がいいと思う理由はこれです。人間は自分の成長に一番興味があるから。これは趣味であっても仕事であっても同じだと思うんですが、人間って同じようなことをずっとやっていると飽きちゃうわけですよ。それは当然だと思うんですが、でもね、そんな中ずっと絵を描き続ける人も世の中では一部いるじゃないですか。ある程度のところで飽きてしまう人と、飽きずにずっと描き続けられる人の違いは何なのか、結構不思議に思いますよね。もちろんね、それによってお金を稼いでいるプロになれば、絵がたとえつまらなくてもやめられない。だから結果的にずっと描き続けているんだ。みたいな見方もできるにはできると思うんですが、いやいや、プロこそね、すぐにやめていきますよ。僕の周りでずっとプロとして続けている絵師なんて、数えられるぐらいしかいません。一時期バズったり話題になったりしても、数年後には、あれ？あの人って最近見ないけど、やめちゃったの？なんていう人、ザラにいますからね。なので、飽きずに続けていられるっていうこと自体、かなり難しいことと捉えてもいいと思うんですが、この問題についてね、この説明めっちゃしっくりくるなって僕が感動した言葉があります。それが、格ゲーマーの梅原さんの言葉ですね。梅原さんの有名な言葉というか、本のタイトルに、一日一つだけ強くなるっていうのがあります。梅原さんは格闘ゲーム、とりわけストリートファイターシリーズを長年にわたってプレイされていて、日本で初めてのプロゲーマーとして知られている方です。ですね、これはこの本の初めにからの抜粋なんですが、この言葉がね、ゲームだけじゃなく、あらゆる表現者、あらゆる業界にとって、これめっちゃ大事なことだと思うので、紹介します。はい。梅原さん曰く、タイトルの一日一つだけ強くなるという言葉は、およそ20年にわたって僕が続けてきた努力についてのちょっとしたコツのようなものです。一度きりの勝ちが欲しいなら、運や要領で実現できますが、何度でも勝ち続ける強さを手に入れるには、やはりそれなりのやり方が必要になります。昨日より今日、今日より明日、
は一つずつでいいので変わり続けること。大きな成果や成長であっても先日めればそれは小さな小さな一つの成長の集合と言えます。だから一つずつで構わない。それが自分が考える強さへの近道でもあり、ゲームや勝負に対する取り組み方、心情でもあるのです。ということなんですね。あとね、これはちょっとどこでおっしゃっていたのか記憶が曖昧なんですが、このことについて別角度からもね、こうおっしゃっています。みんなゲームをある程度のところでやめちゃうんだけど、でもみんなゲームが面白くなくて飽きちゃうんじゃないんだよ。そのゲームをやっている自分自身に対してある時点で変化や成長がなくなっちゃって、その自分自身に飽きちゃってゲームをやめちゃうんだよともおっしゃっていたんですね。僕はね、この言葉を聞いた時にめっちゃ感動しました。うわ、これ絵もそうだわ。絵がつまんなくてやめるんじゃなくて、みんな絵を通して成長できなくなった自分に対して飽きちゃって、それで絵をやめていくんだよな。そうか、必要なのは変化なんだ。ほんのちょっとずつだけでもいいから、一個ずつ、本当にちょびっとだけでもいいから、なんか新しい要素にチャレンジしていくっていうことが、絵を続けていくためには本当に重要だったよな。ってね、今までの自分の活動に照らし合わせて、ものすごく深く実感できた言葉だったんですね。自分が興味があることって他ならぬ自分自身の成長です。コーヒーさんもそうじゃありませんか？だとしたら人の評価なんてね、いちいち気にして足踏みしているだけではコーヒーさんの大事な成長の機会を逃しかねません。ぜひいろいろなことにひるまずにね、新しいチャレンジに挑んでみてください。すぐに結果が出なくても数年後にはね、あの時チャレンジして本当に良かったなって思える日がきっと来るはずです。諦めないで応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回のお悩みの中で絵が他人に評価されないみたいなお悩みも含まれていたと思うんですが、その原因と対策についてもっと教えてよと思った人もいるかもしれません。そんな時にはこちらの動画、絵が受けない時の対処法をご覧ください。SNS で絵になかなかいいねがつかない、そんなお悩みにお答えする内容になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。